はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらのカメラ、α7C2 のですね、初期設定や、ぜひね、知っておいてもらいたい便利機能について、いくつかピックアップさせていただいて、ご紹介できればなと思っております。こちらのチャンネルではですね、こういった撮影機材のお話や、デスク周りのガジェットをレビューしているチャンネルでございます。ぜひ、最後まで見ていただければ嬉しいです。はい、ということでですね、早速お話ししていきたいんですけれども、最初に買うフルサイズミラーレス一眼としてですね、とてもおすすめできるこちらのカメラなんですけど、かなり多くの機能が詰め込まれておりまして、設定項目をね、全部お話ししていくと、ちょっととんでもない長さの動画になりそうだったんで、今回はですね、購入してすぐこれだけはやっておいた方がいい設定を一つ。そして、あまたある機能の中で、個人的にね、これぜひ使っていただきたいと思う機能を5つ、この設定画面を見ながらお話ししていきたいと思います。はい。では、まずですね、とりあえずやっておいていただいた方がいいと思っている設定について一つですね、ご紹介したいと思います。それがですね、このメニューの方から一番下のセットアップっていうところに行っていただいて、3つ目にある操作カスタマイズっていうところの、ここ、静止画と動画の独立設定ってやつですね。これをですね、動画と写真のね、設定っていうのをそれぞれ独立させる項目を選んでいただけるんですけど、自分はですね、これも全部チェック入れていただいた方がいいかなと思います。α7C2 はですね、モードダイヤルの下に写真と動画と、あとスローモーションのですね、それぞれ切り替えできるスイッチがあるんですけど、この独立設定のチェックを入れておかないと、例えば動画で使っていたシャッタースピード、例えば50分の1とか60分の1とかをですね、モードダイヤルで変更して写真に切り替えたときに、それを引き継ぐか引き継がないかの差でございます。で、動画ってやっぱりシャッタースピード固定にすることが多かったりするんで、そこを写真の設定にそのまま持っていかれると、結構ストレスなんですよね。いちいち変えなきゃいけないんで。なので、個人的にはですね、ここはもう独立した方がいいと思っていて、絞りやシャッタースピード、ISO 感度、この辺の露出設定っていうところはもちろんなんですけど、そこまではホワイトバランス、この辺のピクチャープロファイルとかもですね、個人的にはそれぞれでやっぱり登録というか、それに合った設定に変えておきたいので、いちいちですね、引き継がれると毎度変えるのがストレスになっちゃうんで、個人的にはこれもうすぐにですね、チェック入れていただいた方がいいんじゃないかなと思っております。で、チェックを入れていただければ、OK を押して、これでですね、独立させることができますので、試していただければと思います。そしてですね、ここからは、ぜひね、使ってもらいたい α7C2 の便利な機能をですね、5つほどご紹介したいなと思います。まず1つ目がですね、ここ、動画の項目の9番にあるズームの項目ですね。ここにおけるズーム範囲っていうのがあるんですけど、超解像ズームっていうのがとても便利ですので使っていただければなと思っております。これ何かというとですね、光学ズームっていうのが、いわゆるレンズ側の方でのズームレンズの、いわゆるズームの範囲でございますね。こういったような単焦点レンズは、この光学ズームっていうのはないんですよね。もう単焦点、もう一つの決まった焦点距離になっております。ただ、この超解像ズームっていうのを使うとですね、この単焦点レンズでもズームをすることができるんですよ。クロップして疑似的にね、ズームをしている形になるんですけど、本来であれば、クロップしていくと、画質ってやっぱ劣化していくんですけど、それを極力抑えたズーム機能でございますね。なんで結構実用的に使える機能だと思っておりまして、例えばなんですけど、これ今、焦点距離が 35mm になっているんですが、超解像ズームを使うとですね、焦点距離をですね、単焦点レンズなのに変えることができるんですよね。で、基本的には動画で使う機能かなと思っておりまして、4K であれば約 1.5 倍。フル HD であればここ2倍までですね、ズームすることができます。で、これに関しては、録画しながらもですね、ズームすることができますので、例えばこうやって録画しながらズーム変えたりとかっていうのができるので、もうちょっとだけね、焦点距離が欲しいなといった時とかにかなり便利です。で、自分はもうここのボタンに
割り振りをしておりまして、ポチッと押せばですね、もうズームが開始できるようにカスタムボタンを割り振っておりますので、撮影中もですね、スッと距離を変えれて、かなり重宝しております。ただ、これの写真撮影においてはですね、超解像ズーム使えるんですけど、ちょっと解像度の問題で、ズームかけちゃうとですね、結構画質劣化しちゃうんですよね。なので、スチールでの使用っていうのはあんまりおすすめできないかなと思っておりますので、そこだけご注意いただければと思います。はい。そして2つ目がですね、APS-C クロップ、もしくはスーパー 35mm モードと呼ばれるものですね。これも言ってしまうと、ズームみたいなもんなんですけど、一番のところ、画質記録のところの APS-C スーパー 35mm 撮影。ここですね。静止画の時には APS-C サイズ相当の範囲で記録をして、動画撮影時ではスーパー 35mm サイズ相当の範囲で記録を設定しますというものでございまして、だいたい 1.5 倍ズームされるっていうふうに思っていただければ大丈夫かと思います。で、こちらに関しては先ほどの超解像ズームと違って、写真の方でも実用的に使うことができるので、スチール撮影の時にはこっちをね、使う感じのイメージかなと思っております。ここの普段撮影時に使わないボタンにカスタム割り振っておりまして、ここを押すことによって 1.5 倍ですね。クロップされて APS-C サイズで撮影ができるという風になっておりますね。ただ、1点注意事項があるとしたら、超解像ズームと違ってですね、録画中っていうのは切り替えができないんですよ。なので、動画撮影時は超解像ズームをよく使えて、スチールでは APS-C クロップといった使い分けをね、自分はしております。はい、そしてですね、3つ目の機能が、ピクチャープロファイルラットという機能でございます。このカメラはですね、もともとユーザーのオリジナルのラットとかをですね、登録することができまして、例えば S ログの撮影時なんかにですね、ラットを当てた状態でプレビューしたりすることができるんですけど、その取り込んだラットをですね、ベイク、いわゆる焼き込みをした状態で録画できる機能っていうのがございます。それがね、ピクチャープロファイルラットという機能でございまして、基本的には動画専用の機能となっております。どういうふうにやっていくかというとですね、このピクチャープロファイルっていうところから選んでいただいて、PP1 とか PP2 とか、これもそもそもですね、ソニーさんの方で用意していただいているプロファイル、プリセットがですね、いくつかありまして、例えばこのピクチャープロファイル11とかだったら、S シネトーンとかっていうね、ちょっとシネマティックな色味を再現してくれているトーンを使えるプロファイルだったりとか用意されてるんですけど、その下にですね、この PPRAT1234 とあると思います。これが、いわゆる自分で登録、保存したラットを適用させて取り込んで、もう焼き込んだ状態で撮影できる機能でございますね。この基本ルックっていうところにユーザー1っていうのを登録していて、16個までユーザー登録できるようになっておりまして、ここから選んでラットの色味を適用させるという機能でございますね。ラット自体は同じですね、このカラートーンの場所からユーザーラットの管理っていうところがありまして、ここでですね、ユーザー1234どこに何のラットを割り当てるかっていうのを編集することができますね。実際にラットはですね、メモリーカードの方に格納して、そのラットを登録編集画面で登録いただくという感じですね。オリジナルのラットなんて作れないよという方もですね、安心していただきたいんですけど、ソニーの公式ホームページにですね、映像クリエイターさんの方々が作成いただいたラットっていうのが配布されておりまして、これ今登録させてもらっているのがその配布いただいているラットなんですけど、例えば、秋谷ムービーさんだったりとか、市川亮さんとかもですね、有名な動画クリエイターさんの世界観をですね、もうなんと無料で体験できちゃうというものでございますね。これはですね、ぜひ皆さんね、活用いただきたいなと思っております。こういう感じで、ちょっとフィルムチックなですね、色味にしてくれたりとか、雰囲気ある映像をですね、ラットの知識が少なくても楽しめると。で、突き詰めていけばですね、自分で S ログのカラーグレーディングとかを行ってですね、自分のオリジナルのラットみたいなのを作ってみて、ここに取り込んで撮影するっていうこともできますので、いろんな楽しみ方ができると思います。ぜひ使っていただきたい4つ目が美肌効果でございますね。また同じくカラー等のところにあるんですけど、ここにですね、美肌効果っていうのが α7C2 にはございまして、
ここでオンとオフ、さらにオンにした場合のかかり具合ですね。ロー、ミッド、ハイ。という形で3段階に分かれておりまして、ここでですね、補正かける、強さっていうところを調整することができます。これ単純に人物撮影でね、自撮りとかをするときに肌をきれいに映してくれるっていうの機能でございまして、自分はですね、最近はこのローで使うことが多くって、ちょっとミッドとかハイにしちゃうと補正感が強すぎちゃって、ちょっと違和感あったので、個人的にはローがね、好みかなというところでこれを使っています。使っていただきたい便利機能5つ目がですね、AF アシスト機能でございます。この AF のところに項目にありまして、1番の AFMF のところにある。これですね。AF アシスト。これ最初多分切られてると思うんですけど、これオンにしていただいた方がいいんじゃないかなと思ってます。これ何かというとですね、オートフォーカス時にこのフォーカスリングを回すことによって、こっちの方でもピントをですね、合わせることができる。そんな補助機能でございます。なので、例えばね、これオートフォーカスでピントを合わせました。ってなった時に、いやでももうちょっとだけ、こっちにピント合わせたいんだってなった時に、ここに置いて、フォーカスリングをね、ちょっと動かしてもらうと、こんな感じで、AF するんだけれども、ちょっとの間ね、こっちに行ってくれるというものでございますね。で、ほっといたら、また AF ね、中央にこれ、設定してるんで、こっちの被写体に戻ってきちゃうので、例えばこのフォーカスのホールド機能を割り当てたこのボタンを使いながら、フォーカスを動かした後、あったなと思ったらボタンをホールドしてもらって、ちょっとこういうね、ピント送りみたいなところを表現してみたりとか、ちょっと被写体が多い時とか、どっちにね、合わせるかっていうところをちょっと迷っちゃった時とかに、ここで少しだけ補助してあげるっていうのが便利かと思いますので、これはね、ぜひ機能をオンにしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、こちら、ソニー α7C2 の便利な機能と、ぜひね、設定いただきたい項目についてピックアップしてご紹介させていただきました。他にも便利な機能いっぱいあるんでね、いろいろと試していきたいなとは思っているんですけれども、ちょっと使っていく中でですね、これはやっぱりいいなと思ったものをね、厳選してご紹介させていただきました。設定項目ね、他にもいろいろと見たいよと、自分がどういう風に使ってるかっていうところをですね、ちょっとでも参考になればいいかなとは思っているので、改めてですね、需要はあるかどうかはわかんないんですけど、カスタムボタンの配置だったりとか、ファンクションボタンのね、割り振り機能、この辺もですね、また別でご紹介できればなとは思っております。なので、またぜひですね、そちらの動画も楽しみにしていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録いただけると幸いです。またコメントなんかもいただけますと、とてもモチベーションになりますので、なんかこういう設定知りたいとか、どういう風な使い方してるんですかみたいなお話があればですね、ぜひ共有いただけると嬉しいです。ということで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。